小、月経中の女性はサウム、断食を守って出かけるべきである。アブー・サイード・アルフドリーの伝承。かつてアッラーの死と彼に平安と祝福あれは、イード・アル・アドハー、犠牲祭のムサラ、礼拝に出かけました。そして、女性たちのそばを通り過ぎ、こう言いました。女性たちよ、施しをしなさい。地獄の住人の大部分があなたたち、女性たちであることを私は見てきました。彼女たちは尋ねました。アッラーの死と彼に平安と祝福あれよ。なぜそうなのですか。彼は答えました。あなたたちは頻繁に呪い、夫への恩知らずです。あなたたちほど知性と信仰心に欠けるものを私は見たことがありません。思慮深く分別のある男でさえ、あなたたちの一部によって惑わされることがあるのです。女性たちは尋ねた。アッラーの死と彼に平安と祝福あれよ。私たちの知性と宗教に何が欠けているのでしょうか。彼は言った。二人の女性の証言は、一人の男性の証言に等しいではないか。女性たちは肯定的に答えた。彼は言った。これが彼女の知性の欠陥です。女性は月経中に祈りも断食もできないのは本当ではないでしょうか。女性たちは肯定的に答えた。彼は言った。これが彼女の宗教の欠陥です。サヒーフ・アルブハーリー304。ハディースの説明。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、男性に説教するのと同様に、女性にも説教しました。彼はしばしば女性たちの欠点や病気を思い出させ、自らを守り、犯すかもしれない過ちを正すよう求めました。義務的なザカートと自発的な帰舎は、どちらもこの世と来世における救済への大きな扉です。もし人の罪や過ちが増えたなら、全能の神からの善と祝福を願いながら、帰舎によって自らを清めなさい。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、頻繁に帰舎を奨励し、その美徳を説明し、人々の中で誰が最も帰舎を受けるに値するのかを強調しました。このハディースでは、アブ・サイード・アルフドリー、アッラーの慈悲がありますようにが、イード・アル・アドハーまたはイード・アルフィトルの礼拝場所に出かけたことを物語っていますが、これはイードの礼拝のすんな行法です。礼拝場所は広々とした場所で、預言者、アッラーの慈悲がありますようにの礼拝場所はメディナのよく知られた場所にありました。そことモスクの扉の間は、1000キュビトありました。彼、アッラーの慈悲がありますようにがイードの礼拝を終えると、彼はその場にいた人々の方を向いて、人々の宗教、現世、そして来世を向上させることについて説教しました。説教は長いものではなく短い説教であり、彼が人々に説教したことの中には、帰舎をするように命じたこともありました。それから彼は、男性から隔離された祈りの場にいる女性たちのところに来ました。彼女たちは説教をよく聞き取れなかったのかもしれませんし、あるいは説教を増やすために来たのかもしれません。彼は彼女たちに説教し、天国と地獄について思い起こさせ、こう言いました。おう、女たちの集団よ。そしてすべての集団は一つの集団であり、彼らの本質は一つである。そこで彼は、彼に神の祝福と平安あれ、帰舎をするように命じました。そして彼は、彼に神の祝福と平安あれ、昇天の際かどこかで、地獄の人々のほとんどが女性であることを見ていたからだと説明しました。つまり、帰舎をするように命じたのは、彼に神の祝福と平安あれ、地獄の人々のほとんどが女性であることを見ていたからなのです。帰舎は善行を増やし、主の怒りを鎮めるからです。そこで彼は、彼らを火から救う者、つまり一般的な帰舎へと導きました。おそらく、その帰舎によって神は彼らに慈悲を示そうとしたのでしょう。彼らは神の死と、彼に神の祝福と平安あれに、なぜ自分たちが下獄の民の大多数を占めているのかと尋ねました。死と、彼に神の祝福と平安あれは、それは彼らが頻繁に呪い、侮辱し、神の慈悲から遠ざかり、排除されることを祈るためだと説明しました。これは女性に広く見られる習慣の一つで、女性は毒舌でよく呪いの言葉を吐くことで知られています。二つ目の理由は、彼女たちが夫に感謝していないことです。ここで言う、夫とは夫のことで、その意味は、彼女たちは夫に感謝もしない、ということです。彼女たちは自分の美徳を認めており、預言者、彼に神の祝福と平安あれは、ブハーリーとムスリムの別の伝承でそれを説明しています。もしあなたが彼らのうちの一人に生涯親切にしていたら、彼女はあなたから何かを見て、私はあなたから良いことを何も見たことがないわ、と言うでしょう。そこで、彼女はその親切に対して恩知らずと否定で覆えます。恩知らずが彼女の行動を支配し、まるで彼女がそれに固執しているかのようであり、固執すると小さな罪も大きくなってしまうからです。これは、夫の権利が偉大であるためであり、彼女は彼に感謝し、彼の美徳を認めなければなりません。彼女の事柄に対する彼の管理、彼女に対する彼の保護と保全、そしてそれに対する彼の献身に対してです。神は、
祝福を授かった者は誰でもそれに感謝するように命じました。では、男性が女性に生涯にわたって与える夫の祝福についてはどうでしょうか。これらの言葉には、呪いや暴言に対する警告、そして夫との交わりに感謝せず、その恩を忘れることに対する警告が込められています。そして預言者、彼に平安と祝福あれは、彼らは理性と信仰心に欠けており、毅然とした男性の心を貫くのに効果的であると述べています。責任とは、不純物のない純粋な心です。それは人の強さの中で最も純粋なものです。毅然とした人とは、自分の事柄をコントロールする人です。このように表現するのは誇張です。なぜなら、自分の事柄をコントロールする人が彼らに従属しているのであれば、他の人はなおさら従属しているからです。彼らは何かを望むと、それが正しいか間違っているかにかかわらず、男性がそれを実行するまで力を貸します。ブハーリーの伝承では、理性と宗教の欠陥について次のように解釈されている。彼らは言った。アッターの使徒よ、我々の宗教と理性の欠陥とは何でしょうか。彼は言った。女性の証言は男性の半分に等しいのではないですか。彼らは言った。そうです。彼は言った。それは彼女の理性の欠陥の一部です。生理中は祈ったり断食したりしないというのは本当ではないですか。彼らは、はいと答えました。彼は言った。それは彼女の宗教的欠陥の一部だ。女性における理性と宗教的欠陥について言及するのは、彼女たちを責める意図はありません。それは彼女たちの生まれながらの本質的な問題だからです。むしろ、彼女たちに誘惑されないように警告するために、この点に注意を喚起する意図があります。このハディースは、夫婦間の呪いや恩知らずを非難しています。また、宗教から除外されない罪に対しても、不信仰という言葉を用いることで、罪を犯した者への厳しい罰としています。また、非難されるべき特性を消し去ることができるように、厳しい助言を用いることも含まれています。また、特に親族への慈善を奨励し、それが罰を回避することを強調しています。さらに、弟子は師に相談する必要性、弟子は意味が不明な事柄について指導者に従う必要性を強調しています。また、預言者、神の祝福と平安あれの高貴な人格、美しい許し、優しさ、そして慈悲深さを強調しています。釣り憑かれた。このハディースには、次のような利点がある。女性はイードの礼拝に出かけ、特に注意を促されることが推奨されている。配偶者への恩知らずや頻繁な呪いは大罪である。なぜなら、地獄の業火の脅威は、その罪が重大であることを示すからである。これは信仰の増減を説明する。崇拝を増す者は信仰と宗教を増し、崇拝を減じる者は宗教を減じる。心は増減を受け入れるように、信仰も増減を受け入れる。女性の欠点を指摘するのは、彼女たちを責める意図ではなく、それは彼女たちの創造の一部である。むしろ、彼女たちに誘惑されないように警告する意図である。したがって、罰は前述の恩知らずの行為やその他の罪に基づくものであり、いかなる欠陥に基づくものでもない。信仰の減退は、罪に限定されるものではなく、より広範な範囲を包含する。そこには、女性の証言は男性の証言の半分の価値しかないと記されています。それは、女性の自制心が欠けているからです。地獄の住人の大半が女性である理由の一つは、このことに尽きると思います。女性が男性の正気を失わせ、不適切な言動をさせた場合、女性は男性の罪に加担し、罪を増大させたことになります。女性は月経中、産後出血のある女性と同様に、祈りと断食を禁じられています。その後、正常になってから断食を補わなければなりません。預言者、彼に平安と祝福あれは、女性の質問に辛辣な言葉や非難の言葉で答える、温厚な人でした。女性の信仰心の欠如は、月経中の祈りと断食を怠ることに起因します。礼拝を増す者は、信仰と宗教も増大し、礼拝を減じる者は、宗教も減少するからです。こうした信仰心の衰退は、祈りや断食、その他の義務的な礼拝行為を言い訳もなく放棄する者のように、罪につながるものであるかもしれない。また、金曜日の祈りや軍事行動、その他の義務ではない行為を言い訳もなく放棄する者のように、罪にならないものかもしれない。さらに、月経中の女性が祈りや断食を放棄する者のように、義務として行われているものかもしれない。これは、地獄の存在と、そこに住む人々のほとんどが女性であることを証明している。これは、呪いが凶悪な罪の一つであることを示す。これは、月経中の女性の断食と祈りを禁じることが、この回帰以前にイスラーム法によって確立されていたことを示唆している。